今回は、初心者の方からも要はラインどの場所でどれぐらいのものをどんなラインを作ったらええんやろうと、リーダーの組み合わせ方についてもよく質問を受けるんで、まずそういうこのクラス分け、場所によってちょっとクラス分けを説明していきたいと思います。まず、サーフですね。サーフは、障害物がないんでファイトはしやすいし、時間かけても魚が上がってきます。8キロから10キロのブリでも、PE1 号 1.5 号でも上がるので、より飛距離を出さんとサーフは、魚がヒットにつながらないことが多いんで、僕なんかは1号 1.5 号も使います。それに対してだいたいリーダーはあまり太ならりすぎんように、この45ポンドとかの12号あたりで、その場合は、あんまり太くないんでフロロを使っています。僕は、だいたい 1.5 号で、45ポンド12号あたりのリーダーをサーフは使うことが多いです。で、次が堤防です。堤防はだいたい僕がねよく使うのはね、結局ちょっと細いと言われるかもしれへんけども、僕はメイン2号を使ってます。だいたい考え方として堤防をやっても、1.5 号から3号の間と考えてもらったらいいと思います。で、リーダーに関しては堤防は上げやすいところとテトラが絡んで上げにくいところもあるので、12号から14号、一番上は20号のフロロ、大体この組み合わせで、上げにくさ難易度で、このリーダーを変えていくようなことをよくしてます。そして次が磯へ入ったら、磯の春正以外の時の標準的なシステムにしてるんは、今の若い子らからはちょっと細いと言われるかもしれへんだけど、飛距離とかルアーの動きも考えた上で PE の4号をメインに使います。10キロまでの平正が出る、そういう10キロまでの平正と想定できるところでは4号にしてます。4号でリーダーがだいたい100ポンドぐらいでね、次に磯で15キロ以上の平正が出る可能性が高いところやら、GT なんかも出るようなところではもう、最低5号から10号までで、リーダーはやっぱりナイロンの細いものでは100ポンド30号から上が200ポンド60号まで使います。今ざっと言うたんですけどね、これは範囲もかなり広うて分かりにくいやるけど、標準的な感じ、ある程度の感覚をつかんでもらったらいいかなと思います。初心者の方とか餌釣りから来る方やったら、なんでリーダーがいんねんという、 PE ラインでなんで直接やったらあかんねんということなんやけど、そこから説明させていただきます。PE ライン自身はね、かなり根ずれに弱いんやね。岩なんかにポッと擦れるとすぐにそれで切れてしまう。で、平正なんかの場合やったら、ファイトの一番の問題点はその岩に擦られてラインブレイクすることが多いので、傷つきやすいところをかなり太い糸を使ってそれを防ぐというためやね。要は、根ずれで切れるか切れへんかは場合によったらその糸の質、硬さ、太さによってその切れる切れへんということが関わってくるんで、引っ張り強度の何ポンドで表示してあるやつはほぼ無視してもらって大丈夫です。だいたいね、その基準というのはね、太さなんで、だいたいメインラインに使うもののだいたい4倍から7倍ぐらいの太さを使います。それから4号やったら僕が、メインでよく100ポンド使ってますけど、4号やから7倍、7×4=28、28号微妙なもんないから、この30号だいたい使ってる。だいたいその4倍から7倍のところで、使い分けてもらったらだいたいいいと思います。でそれを、僕の場合なんかやったら特に、2.5 キロから3キロ、3メーター50から、
4メーター50ぐらいまで、だいたいつけてます。で、一応僕の普通の基準は、キャスティングする時に、リールのスプールに巻き込まない長さ、キャスティングする時リーダーはスプールから出た状態で、キャスティングできる状態ということを一応基準としてます。こういうふうに、リーダーはスプールに巻き込まないで P ラインに指をかけるこの形か、このもうちょっと入り込んだ状態でこのノットに指がかかるような状態でキャスティングする。でなんでそうするか言ったらね、このリーダーがスプールの中に入ってしまうと、この放出する時に出るキャスティングする時にこのリーダーの太いすごいパワーのこのループができてしまうよね。これはリーダーは重いんで、太くて重いんでごっつい大きなループになります。それだけやなくね、後のこの P ライン、置いてる大事な P ラインをこの傷つけたり、ここでトラブル、結び目ができたりするトラブルが多発してしまいます。簡単に言うたらそれからいろんなトラブルが多発するし、飛距離が落ちるので、これをスプールに入れない状態でこのキャスティングする時に P ラインを持ってこのリーダーをループの中に入れない状態でキャスティングできるようにするために、その長さだいたい 2.5 ヒロから 3.5 ヒロという形でしてます。ナイロンとフロロのまず特性の違いを言うときます。ナイロンライン柔らかいです。まずメリットというと柔らかい、リーダーとしても柔らかいから、ルアーの動きも妨げない、いいです。であとはあまり重くないんで、トップウォータープラグを使った時もこれが沈んでしまってトップウォータープラグがまともに使えないとか、そんなことはほとんどないです。というそういうメリットはあります。でただデメリットにしたら、フロロラインに比べたらちょっと柔らかいんで、柔らかいということはねずれにも弱いということやね。それともう一つは、あまりこれは皆さん気にしなくてもいいかもしれへんねんけど、吸水性があるということ。水を長時間水にずっとつけたままにするとどうしても水を吸うてしまう特性があります。で水を吸うてしまったら、このねずれでクッと擦れた時もかなり本当にこの糸が持ってる強度よりも、弱くなってしまいます。休憩してもらって陸上に上げてもらってたらまた水抜けるんで、だいたい大丈夫です。3時間やそこらぐらいだったら大丈夫です。ただ長く振り続けて、一応リーダーとかシステムに傷がついてなかっても、一応ナイロンリーダーは途中で、そろそろかな思ったら、僕なんかだいたい4時間5時間目安かなというぐらいで、交換します。損傷がなくても交換しますということですね。で、フロロの今度メリットですね。フロロカーボンです。このフロロカーボンリーダーは硬い。で硬い分ねずれに強いということやね。でそれからメリットとしては、ねずれに強い、魚の歯でこすられても強いんですが切れませんが、これが問題点は比重が重い。結局ね、この30号とかね、場合によったら60号ぐらいまでのナイロンリーダーで使っているところを、それをフロロにすると浮くはずのルアーが沈んでしまいます。あとはね、硬すぎて結束しにくい、結びが締まりにくいね。それから本当はそのナイロンと同じぐらいの比重を持ってフロロの硬さを持ったリーダー、それも今どんどん技術革新でできてきてます。そういうものがまだできるやろうけど、今のところの技術の感じでは、だいたい僕は20号ぐらいまではフロロも使います。で30号から、60号ぐらいまでのかなり太くなってきたらナイロンリーダーを使います。で
例外としてですけども、南へ行ったりニュージーランド行ったような時にどうしても大きな魚が来るとか地形がやばすぎるとかいうふうな時には極端な場合60号のフロロを使うこともあります。というとこやね。実際のルアーの動きとか、いろんなことを全ての要素をずっと考え合わせていったら僕の今のところでは、大体が30号以上を使う時はナイロンで30号以下である程度細い、リーダーを使う時はより強いフロロ、それが大体フロロと、ナイロンリーダーの使い分けやと思ってもらったら理解してもらったらいいと思います。とりあえずね、最近のフィールドでよく見かけるのがね、そのポイントの言ったらファイトの難易度が結構低くても平均的な対象魚が小さくてもそういうことに対してね明らかに太すぎるラインシステムのアングラーが、間違いなく増えてきたね。多く見るようになってきました。はっきり言えるのが太い仕掛けというのはやっぱり、ルアーの距離も飛びにくいでルアーの動きも悪くなるで風による影響もすごく大きくなってきてしまうということで魚のヒット率は格段に下がります。それから、適正なものというのが PE4 号5号ならだいたい100ポンドレベル30号レベルで、6号ぐらいになってきたらこの間のやっぱり40号35号40号というところで、8号ぐらいになってきたら、極端に言ったらルアーの動きを良くしたい時には130ポンドとか落とすこともあります。その P ラインの性能とかはもうどんどん上がってる。これ4号で一昔前の6号の強さがあります。で、リーダー自身のいろんな性能なんかもどんどん上がってきてます。そういうことの中で、太すぎるラインシステムというのについてもう一度ちょっと考えていただきたいなと思います。明らかに魚との出会いを少なくしてます。で大きな魚が来ても太いラインシステムを使ってはっても自信を持ちすぎて止めすぎて根に入られてしまってる。早く足元の一番危ないところに大きな魚を寄せすぎて失敗しているということの例もかなりあるんでその辺も含めて、ラインシステムの太さということについてもう一度ちゃんと考えていただきたいと思います。